私は今63歳。3つの仕事を掛け持ちしてます。2つはずいぶん前からやってるフリーランスの仕事。自営業、個人事業主で家で仕事をしてます。3つ目は学校でお菓子や料理の作り方を教える仕事。調理実習の先生ですね。そのお仕事は週に1度だけなんですよ。他の仕事との配分を考えればちょうどいいペースです。この日はその仕事の日でした。朝5時に起きて出勤の準備。東京の満員電車が苦痛で自営業になったのに、この日だけは都心に行かなければなりません。満員電車を回避しようと一番混み合う時間を避けて早めに出かけます。授業に使うレシピやエプロンをバックパックに入れて、飲み物も持っていこう。朝ごはんは向こうに着いてから食べますよ。6時に出発、行ってきます。週に一度の学生との調理実習は楽しくていい気分転換になってます。でもね、立ちっぱなしの喋りっぱなしだから帰宅するとそれなりの疲労感。何時間も料理をして過ごしたし、今日はもう料理はしなくていいかなという気分になるんですよね。それでもお腹は減る。そんな時は冷凍庫に常備している自家製の冷凍食品でご飯にします。冷凍するためにわざわざ作ってるわけじゃなくて、多めに作ったものを小分けにして冷凍しておくだけ。手間なくできるところがすごくいいんですよ。この日は冷凍しておいたたけのこご飯。冷凍おかずは2品。もう1品増やして3品にしよう。コーンとバター風味のちょっと洋風たけのこご飯。人参しりしり、しらすとドライクランベリーと白ごま入り、ほうれん草とエビのごま油炒め、大根ときのこの炒め煮。電子レンジで解凍するか温めて、たけのこご飯は温めただけで食べられるけど簡単ドリアにしましょうか。豆乳を注いで塩、胡椒、チーズが大好きなんですよ。だから結構たっぷり入れちゃいますね。トースターで10分ぐらいかな。チーズがこんがりすれば OK です。自家製冷凍おかずのおかげで家に着いて15分後にはご飯が食べられます。いただきます。冷凍おかずがないとついふらふらとスーパーのお惣菜売り場に寄ったりしちゃうんです。市販のお惣菜って揚げ物系が多くないですか？それに自分の味に慣れてる私にとっては大抵味が濃すぎるんです。
そして何よりもお安いとは言い難い。ついでに冷凍しておくおかずなら味は自分好みだし、かなり経済的です。すごく助かってます。週に一度の外でのお仕事以外はほぼずっと家にこもって暮らしてるんですよ。この日は珍しく2時間かけていとこの家へマルベリー狩りに行きました。おしゃべりしながら1時間ぐらいマルベリーの実を摘みましたよ。ほんのり甘いマルベリーがザクザク取れてもう幸せ。いとことのおしゃべりもすごく楽しかった。遠くに出かけるのを億劫がらずに、こういうチャンスは大切にしないとね。たくさん取ったマルベリーをどうしよう決めかねて、とりあえず冷凍しておくことにしました。家でのお仕事の日はできるだけ仕事に取り掛かる前にご飯の下ごしらえをしておきます。塩麹につけておいた鶏胸肉を茹でておこう。お店で見かけるサラダチキン、それです。これは買うより作った方が断然お得。作り方はとっても簡単だし、特別な道具もいりません。厚手のお鍋に観音開きにした鶏肉を入れて、ギリギリお肉がかぶるぐらいのお水を入れます。火にかけて沸騰したら蓋をして吹きこぼれないように5分茹でる。5分経ったら火を消して蓋をしたまま置いておく。これだけです。前回作ったオレンジピール、これも山ほど作ったから冷凍しておきました。夕べこねて冷蔵庫で一晩発酵させたパン生地、オレンジピールとクリームチーズ入りのパンにしましょう。どんな成形にしようかな。うまくいけば授業でやってもいいかもね、などと試作気分でいつもとは違う形に挑戦です。むむむ、思ったような形にならない。ならば包むか。これは難しすぎました。発酵させます。ほったらかしておいた鶏肉、ちゃんと中まで火が通ってますよ。2、3日中に食べきれない分は冷凍しておきます。サラダに入れたり、チャーハンにしたり、スープに浮かべたり、夏なら冷やし中華にのせるとめちゃくちゃ美味しい。すぐに使う分は茹で汁を注いで冷蔵庫に入れておきましょう。パンが焼けました。形は不揃いだけどオレンジのいい匂いがするパン。これは絶対に美味しい。お昼ご飯を作ります。
レタスは1枚ずつバラバラにして洗って冷蔵庫に入れてあるから、あとはちぎってボウルに入れるだけ。なんてことはない下準備なのだけど、こんな風にしてあるかないかが大きな差。レタスを丸のまま冷蔵庫に入れておくとサラダにするのがめんどくさい、今日は見て見ぬふりよと思ったりする横着物なんです。バラバラにして洗ってあると早く使ってよとレタスからの圧を感じる。わかった、今すぐ使いますってサラダにしなくちゃって気持ちになるんですよ。これって私だけですかね。鶏肉をのせたらおかずはこれだけで十分ですよね。冷凍しておいたマルベリー、そのうちジャムにしようと思ってます。でもまだできてない。これも横着物か。その代わり毎日スムージーにして飲んでます。ヨーグルト、冷凍マルベリー。マルベリーだけだと味がぼやけるからバナナを入れよう。蜂蜜を少々、牛乳も少々。マルベリーはスーパーフードなんです。抗酸化作用のあるポリフェノールやビタミン E がたくさん含まれてて、細胞の老化を防いでくれるんですよ。この紫色、いかにも目に良さそうですよね。目にいいといえばブルーベリーが有名だけど、実はマルベリーの方が抗酸化物質の量は多いそうですよ。マルベリーって日本語で言えば桑の実です。桑の実なら少し郊外に行けば簡単に手に入るかもしれませんよね。いただきます。出るか。いくつかある趣味の一つはお裁縫。節約を心がけてるはずなのにうっかりしました。バーゲンセール開催中のネットショップを覗き込んで、前から狙ってた生地がお安くなってたからよし買おうって、そこまでは良かったんですけどね。送料無料の金額まであと少し。やっとカートに生地を追加して予定外のお買い物をしてしまいました。送料無料の落とし穴、ハマりがちです。まあ後で後悔ってほどではなくて、気に入った柄の生地だからギリギリセーフなんですけどね。でもこれをタンスの肥やしにしちゃったら元も子もない。無駄にしないできちんと使わないとね。ワンピースじゃなくてセットアップはどうだろう。上下一緒にワンピース風にして着てもいいし、上下別々でも着られるから便利で得した気分になりそうです。今使ってるバッグがだいぶ年季が入ってるから、そろそろ新しいバッグにしてもいいかもしれない。さて何を作りますかね。こんな風にあれこれ考えてる時がすごく楽しかったりするんですよ。夏の花を買いました。これは予算通り1000円で収まりましたよ。
たくさん咲くペチュニア。ブルーデイジー、少し藤色がかった何とも言えない青い色の花、大好きなんです。ヒペリカム、花束に入ってた1本を挿し本にしましたよ。黄色い花はすぐに散っちゃうけど、その後でピンクの実が長く楽しめてお得です。ゼラニウム、これも挿し木でどんどん増やせますね。金芝居、ご近所さんからいただいた枝を挿し木にしたらすごい勢いで成長。花もびっくりするほどよく咲きます。そろそろ梅雨ですかね。アジサイも色づき始めました。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録も